にちは。トラスト企画の阿部ちゃんです。そしてハンナです。めっちゃいい天気です。青空ですね。晴天。で、今日はですね、好評のみーくんがメカニックになるシリーズで、今日は第3弾としてクラスターリットの交換をやるんですけど、ちょっとみーくん今日忙しいみたいなので、今日は僕も一応オーナーですけど素人なんでみーくんと同じ気持ちでやっていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速交換してみましょう。はい、ではどうぞ。ではまず交換するんですけど、まず説明したいのは、このクラスターリットにはハンドルと同じで前期と後期があります。はい、でこの車は平成6年の後期型なんで、こういうねシボ加工って言われるこのダッシュボードと同じようなこういうねシワシワみたいなシボシボ加工がされてます。これ後期用です。はい。そしたらまず早速ですね、外し方いきます。はい、外し方はまずシフトノブ外します。シフトノブは半時計回りに回すと普通に取れますね、こうやって。はい。シフトノブ付け替えるのめっちゃ簡単です。はい、これでね外します。で次にこのシフトブーツを外すんですけど、これはネジとかで止まってなくて、このねこことここに爪がついてて、それで止まってるだけなんで、前側から外してください。こういう感じで、こういう感じですね。はい、よいしょ。これ取れます。ここのね爪、これ結構折れちゃうんで優しくやってくださいね。はい、こういうところで止まってるだけです。前から取る。はい。で次に灰皿。はい。灰皿取ります。灰皿は引っ張るだけ。よいしょ。これね。でそうするとネジがねあるんですけど、こことこことあとここですね。あとこの4箇所止まってます。ここを取ります。はい、これもともと1本止まってないんでここだけ取りますね。でね、ここをネジ外すときにこっちの隙間とかに落としちゃいがちなんで気をつけてください。はい、もう落とすとね、奥の方入っちゃうともう取れなくなっちゃうんで注意してくださいね。コンソールとか外したネジはね、こういうところに置いとくといいです。はい、はい。あとはもう2箇所外していきます。はい、これで、そういうことですね。あれ、危ない。よいしょ。そうするとですね、もう外れる状態になるんですけど、外すときはこっちの後ろ側から引っ張って外していきます。はい。よっ。こういう感じですね。はい。はい。で、R322 はシガーライターと、ここの中にエアコンの室内の気温のセンサーがついてるんで、ここのカプラーを外します。まずこっちのシガーライターの方から外していきますね。はい、でこっちも外します。2つ。そう。よいしょ。でこっちのセンサーの方はここにネジ2本で止まってるんで、これねカプラーで外すこともできるんですけど、ネジ2本止まってるところを先に取っちゃった方が楽です。はい、なので取っちゃいます。ちょっと裏側からなんで難しいんですけど、ここですね。ここ。上と下ですかね。そう。ここね、結構あれなんですよ。32ってエアコン効かないね
って言われるんですけど、はい、結構このとこにホコリが詰まっちゃって気温がね、室内気が測れないんで、そのエアコンがちゃんと効かないよって方結構多いんですよね。なのでここね、掃除していただくといいと思います。そうですね、はい、ついでに掃除もできる。これやるときはもうちょっと短いドライバーでやった方がいいかもしれないですね。はい、これで外れました。はい、この中にセンサーあるんですね。ここですね、はい、この穴に。これが室内気センサーです。はい。よいしょ。では今度新しいのに付け替えていきます。はい。これが後期型ですね。はい。綺麗なクラサリートです。はい、今回交換のためにね、あえて皆さんに紹介するために交換していきますけど、はい、そしたら用意したのが、皆さんにお伝えするっていう意味でも、今回はこの前期型のクラサリット、はい、前期型はね、こうなんていうんですか、この辺と同じような素材、ツルツルな感じ、はい、こういう感じですね。はい、はい。でこのクラサリットはちょっと加工用に使われて、ちょっと灰皿のところね、ここに大きいメーターついてたんで、ちょっとその辺はご了承いただいて、はい、ただ付け方とかは一緒なんで、はい、見てってください。はい、はい。じゃあこっちのクラスターリットにはまだこのセンサーですね、これいるんで一回外していきます。カプラーだけ外すとこの状態、そういうことです。ただね、結構ね、無理やり引っ張ったりすると逆に怖いんで、僕はここから取っちゃいます。よいしょ、こういう感じですね。はい。カプラーはこれです。はい、はい。今度は当てがってですね、よいしょ、こっちのセンサーのとこを先にネジで留めます。はい。ちょっと地味な絵続きますけどご了承くださいね、皆さん。なんか皆さんが花ちゃんに聞きたいこととかコメントいただけたら急に答えられるかもね。かもね。はい、こんな感じで吸気温センサーが止まったので、今度はシガーソケットのこの外したやつつけていきます。はい、2つですね。よいしょ。今度はこっち側ですね。はい。はい、これで完了です。そしたら今度は外した時とは逆に上の方から入れていくんですけど、よいしょ。よいしょ。で、こうちょっとね浮いちゃうんで、もうこういう時は叩いて入れちゃいます。叩いて。はい、あ、やべえ折れた。あ、やべえ折れちゃった。いや、叩いちゃダメですよ、そしたら。やべえ。やべえぞ。交換するやつ折っちゃったら、元くもこうもないです。あ、でも一応はまった。一応。これ皆さん悪い例です。悪い例。わー、やべえ、折っちゃった。ミークに怒られちゃう。やばいですね。はなちゃん、これは2人だけの秘密に。そうですね。しといてください。いやー、やばいな。じゃあちょっと付け替えましょう。はい。はい。やっぱ無理やりやっちゃうと。やっぱ無理やりやっちゃダメですね。何事も無理やりはいけない。よいしょ。多分順番があると思うんで。マジかー。すいません。貴重な前期のクラスター割っちゃいました。怒られちゃいますよ、みんなに。やべえやべえ。丁寧にやれって。ちなみにね、僕もね、自分の車でやった時も終わっちゃったんですよね。叩いて。叩くのは絶対 NG。叩くの NG ですね、これは。そうですね、二度手間とかにもなっちゃうんで。
すいません。大変申し訳ありませんでした。よいしょ。これね、32、ごめんなさい、32好きな皆さん。前期って実は聖杯なんですよ、これ。そうですよね。はい。後期のは、あったりするんですけど、前期ってなかなかないんですね。貴重なやつを。申し訳ありません。自分の車から外して弁償します。よいしょ。じゃなかったことに。じゃあこれちょっと隠しといてください。はい。ミクにはくれぐれも言わないでね。そうですね。お願いします。そしたら、よいしょ。こちらの綺麗な後期のやつご用意してますので、はい、こちらに付け替えましょう。はい。はい。結構ね、割れて補修してね、使ってる方いらっしゃると思うんですけど、どうしてもこういうとこって目立つじゃないですか、オーディオの一番真ん中なんで。そうですね。そうだからね、できれば綺麗なのつけていただきたいんですけど、こういう風にね、素人が作業すると割っちゃうんです。ちゃんと知識さえあれば防げると思うんで。なので本当にね、不安な方はプロの方に頼んでください。それか阿部ちゃんの失敗を生かしてそうこの動画見て他の人はみたいなとこで考えていただければ。よいしょ。じゃあ今度センサー止めていきますね。ネジどっか行ったぞ。よしった。素人の方はね、ネジをどっか行ったりね、妖怪ネジ隠しっていうのが出るんですよ。妖怪ネジ隠し。そう、妖怪ネジ隠しとかね。初めて聞くんですけど。妖怪チャンネル隠しとかね、いっぱい妖怪ピック隠しもいますね。ギター弾いてる方とかね。こういろんな妖怪いるんですけど。お家にはよくリモコン隠しとか。リモコン隠し出ますね。あと携帯隠しもたまに。そうですね。はい。慣れせば逃げるんですけどね。よし、これで止まったんで、今度はまた入れていきましょう。よっ。逆ですね。そういうミスもそういうミスもなきにしもあらず。よいしょ。こうやってね、やってる間に配線切っちゃったりするんですよ。それも妖怪のせいでは。そうなんですよね。よいしょ。いけましたね。これで OK ですね。で割らないようにするためには。ただ割らないようにするためにはまず上側はめます。はい。で下側を優しく。優しくですよ。優しく。優しく。慌てないってことですね。こんな感じ。はい。これぴったりです。割れてないですね。はい。で、あとはさっき外したここの4本のネジですね。ここをつけて、あとは灰皿を戻して、このシフトブーツ、これを戻して、これは後ろから。はい、外すときは前からね。はい。はい。で、このシフトノブを戻せば出来上がり。完成ですね。僕でもできました。なので、さっきごめんなさい。僕がね、やったここ割っちゃったりとか、叩いたりすると、やっぱ、古いパーツなんで、はい。劣化してるとすぐ割れちゃうんですね、プラスチック。特に前期側は割れやすいです。後期はちょっと強い。なので、皆さんがはめるときは、しっかりと割らずに交換するように心がけてください。はい。はい。で、もしね、割っちゃった。
どうしても割れちゃいますよ。ここのさっきね、上からはめた爪のとことか、あとこっちのはまる爪のとこもどうしても割れちゃいます。はい。丁寧にやっても。はい。そういう時は、トラスト企画にパーツございますので、はい。ぜひご相談いただければ、はい。それなりのお値段で。それなりのお値段。まあ、貴重なんで。そうですよね。それなりのお値段で、販売させていただきますので、はい、ぜひ声かけてください。はい。はい。では今回のクラスタリートの交換の動画は以上になります。はい。はい。で、このシリーズね、今回は僕がやったんですけど、次はみーくんかな？はい。もしかしたらはなちゃんかな？はい。はい。まあこの3人で、こう素人がやってみたシリーズ続いていきますので、はい。今後の動画もご期待ください。はい、で、あとは、視聴者の皆さんも、ここのパーツの交換方法、見たいとか、なんだろう。例えば聖杯になってるパーツを変えてみたりとか、まあそういう動画もトラスト企画だったらできると思うんで、もしこれが見たいよみたいなのがあったら、ぜひコメントに書き込んでください。はい。ぜひお願いします。よろしくお願いします。はい。では、チャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。Thank you.